皆さんこんにちは。プーリッシュの小鹿です。今日はビリヤード場でこなれて見える16のことということでお話をしていきます。こなれて見えるというぐらいですので、今日は大変盛りだくさんです。このようにですね、基本的な知識雑学からフォーム、ルール、マナー、それから勝利に直結するような技術的な知識まで幅広くお話していきますね。今日の動画を見ていただくと、あの人ビリヤードに慣れてるなーって感じがすると思います。ちなみに私は女性限定のビリヤードの初心者の方のサークルをレッスン運営していたことがあるんですね。その時によくビリヤードやっている人素敵みたいなね話が出ることがあったんですが、じゃあ具体的にどのあたりが素敵かなって聞いてみると、だいたい出てくるキーワード3つあったんですね。1つ目が大人っぽい、大人っぽく見えるということなんです。2つ目が頭がいい、3つ目が集中力があるということなんですね。確かにビリヤードをやっている人のかっこよさみたいなもの、このあたりの言葉に凝縮されている気がしますね。ですので今日はこなれ感についてもこちらのワード参考に見ていきたいと思います。はい、それでは早速見ていきましょう。さて、ビリヤード場です。まずは基本的な道具の知識があることがこなれ感や余裕につながりますね。これがよく使う道具ですね。それでは知っているとこなれて見える知識その1。手玉のドットは手玉の回転を分かりやすくしています。2、チョークは滑り止めのために塗りますね。急ミスを防ぐためにまめに塗りましょう。そしてチョークの塗り方もこなれポイントですね。普通はこんな感じで塗るのですが、こんな感じに塗ると慣れた感じが伝わります。さて、実際についてみましょう。スタイリッシュな空気を出すためにもかっこいいフォームはとても重要ですね。ここでは分かりやすくこなれたフォームと NG なフォームを比べてみましょう。いかがでしょうか。こなれた方がより集中して狙っている感じが出ています。いくつかポイントがありますが、ここでは2つだけ注意してみましょう。上体を下げ、肘をしっかり曲げること。球と同じ高さに目線を下げて横から狙うと集中しているという空気感が出ますし、実際にシュート力も高まります。ちなみに女子は全員狙っている真剣な表情がかっこいいと言いますから、このあたりは押さえておきたいですね。5、ブリッジです。実は一番自己流感が出てしまい、上手い人ほどよく見ている部分です。この機会に正しいものを頭に入れておきましょう。親指と人差し指で作った輪っかを残りの3本の指の上に乗せていると思っていただくといいですね。正確に狙うためにぶれないことが大事ですので、3本の指は打者に、輪っかは他の指にしっかり固定しましょう。もしこちらが難しければこちらでも大丈夫ですが、ただこちらだと球を乗せているだけですので、球の振り方が安定しないとブレやすくなりますね。それではゲームをやっていきましょう。ここでは9ボールをやってみます。ルールをお伝えしますね。
はじめにざっとお話ししますと、使う玉は手玉と1から9番の玉です。台上の最小番号の玉を狙い、何かが入ったら続行、入らなかったら交代。結果9番を入れた人が勝ちになります。順を追って見ていきましょう。最初はブレイクです。ここにボールを並べて、こちらの中のどこからかブレイクします。こなれポイント6、玉はラックシートで並べましょう。ここにシートを置いて、穴の上に玉を並べていくんですね。1番は先頭で9番が真ん中、あとは自由です。7、ブレイクは端。実は台の真ん中よりも位置をずらしてブレイクする方が何かの玉が入る確率がずっと高いんですね。上級者は一番端からブレイクしますが、つきにくいですので、最初は間を取ってこの辺りなどをおすすめしています。さて、ブレイクし、何かが入らなければ交代、入れば続行です。次は台の上にある最小番号の玉を狙います。それも入れば続行、入らなければ交代。そして9番を入れた人が勝ちです。8、キャノンもコンビも OK。 台上の最小番号の玉に手玉が当たって何かが入れば OK というルールですから、コンビネーションショットといって狙った玉が何かに当たって別の玉が入ってもいいですし、キャノンショットといって手玉が狙った玉に当たった後、別の玉に当たって入るのも OK です。ちなみにこのように9番に当たって入った場合は9番を入れたので勝ちになります。あとはファールですね。何かの玉に触れてしまった、手玉が入ってしまった、玉が台の外に出てしまった、狙った玉に当たらなかった、1回のショットで球先が2回手玉に当たった。それから実は両足を浮かすとファールになります。届かないときはこの道具を使いましょう。メカニカルブリッジと言います。こうやって使うんですね。試合でも使う正式な道具ですので、勝敗を分けることもあるんですよ。ファールの後はフリーボールになります。相手の人は手玉を好きなところに置いてプレーを続行できるんですね。ファールした時、9番も入ってしまった時は、9番はラックを組んだ時のここに戻して手玉はフリーボールになります。10、ファール後のこなれポイント。自分がファールした場合、手玉を取って相手のそばに置いてあげるとスマートです。それからマナーを知っておくと安心ですし、こなれて見えますね。道具を大切にするマナーが多いです。打者を痛めないようにということで、ブレイクの時はこのシートを敷くといいですね。それから初めのうちはジャンプやマッセを禁止しているお店がほとんどです。それから球に体重をかけると曲がりますのでやめましょう。的玉をつくのは的玉が汚れる原因になりますので、これもやめましょう。あとは楽しくゲームする時のマナーですね。こなれポイントとして挙げていきます。11、隣の台の人がついていたら待ってあげる。自分のプレーに集中したくなりますが、隣の台でついていたらその近くでつくのはマナー違反ですね。12、偶然ラッキーが出たら謝るというマナーがあります。狙っていないのに入ってしまったとか、ついた後が難しくなってしまった時とかですね。すいませんと一言言うことが多いですね。それでは一番気になる方が多いと思う
プレーがかっこよく見えて勝利に直結する技術的な知識ですね。13、どこを狙うと入るのか。例えばこの球はここですね。この球はここ、この球はここということになります。実際にないのですが、ボールがあるように想像して狙いますので、イメージボールと呼んでいます。14、2個連続で球を当てて入れる。コンビネーションショットですが、イメージボールがわかるとぐっと理解できますね。このようにイメージボールを2つ考えていただいて、ここを狙うといいんですね。15、バンクショット。クッションを使う球は上級者でも難しいです。こんな感じで跳ね返るのを想定してほしいのですが、クッションの中にはゴムが入っていますので、強くつくときは少し詰まります。それを見越してこのようなラインをイメージするといいですね。手玉に左右の回転がかかった場合はまた複雑になりますので、最初はあまり回転させないようについてみましょう。16、手玉のコントロールについて。手玉と的玉とポケットがまっすぐだったとき、下の回転がかかっていると手玉が戻ってきます。上の回転がかかっていると前に転がりますね。無回転ですと止まります。やっていくと奥深いものですが、まずはこんな配置が来たときは止めてみたり、こんな配置の時は転がしてみたりすると、頭脳プレーをしているという感じが出ます。ちなみに角度がついている球ですと、無回転の時は90度の方向に手玉が走ります。キャノンショットの時は参考にしてください。ちなみに合わせ技も面白いですよ。狙えそうだったらぜひやってみましょう。球がたくさん動いたり入ったりすると場が盛り上がりますね。はい、お疲れ様でした。いかがでしたでしょうか。こなれ感、イメージ湧きました？ぜひ今日の動画を参考にビリヤード楽しんでいらしてくださいね。はい、それでは今日はここまでにします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。